皆さんこんにちは。ロシア在住日露夫婦ボバと桜子です。今回のテーマは狩猟。予想気温がマイナス10度を下回る中、私たちは今晩夜間狩猟へ向かいます。今日は日本人妻がなぜ夫の狩猟に同行しているのか、その本当の理由をお話ししたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ロシアでは狩猟に行くのは基本的に男性、女性ハンターもいるようですが、私自身は狩猟に行くロシア人女性を実際に見たことがありません。私が行き始めた当初、周りのハンターからは冬は過酷だからやめておいた方がいいと言われました。正直に言うと、この寒さの中で何時間も待つのは決して楽しいことではありません。足は冷たくて感覚がなくなるし、時には吹雪の暗闇の中で恐怖を感じることもあります。もちろん夫をサポートしたい気持ちもあります。時間の管理をしたり、温かいお茶を出したり、獲物が取れた後は解体の手伝いをしたり。でもそれだけじゃないんです。私が狩猟に行くのにはもっと別の理由があります。それは私が大学生だった頃のある出来事に遡ります。これは誰だろう。誰の足跡かな。私は大学生の時、講義で畜産の実習があり、そこで自分たちが飼育していた豚が屠畜・解体される瞬間に立ち会いました。温かかった命が目の前で姿を変えていく。その光景は今でも鮮明に覚えています。当時の私にはただただ衝撃的でした。それからしばらくの間、私は一切お肉を口にできなくなりました。それだけでなく、お肉を見るだけで血の匂いがまとわりつくような感覚があり、スーパーのお肉売り場にさえ近づけなくなりました。ところが数ヶ月が経った頃、体に異変が現れ始めました。体重がどんどん落ちていく。爪は脆くなり、肌は乾燥して荒れました。その時に自分の意思とは関係なく、体がお肉を必要としているんだと感じました。道路の真ん中に車の後ろについてる荷台が、実は大学生の時に狩猟の会のメンバーと親交を持ったことがあります。ですがその時はまだ動物がかわいそうという気持ちが強く、狩猟の現場に足を運ぶことができませんでした。当時の私は狩猟そのものにも疑問を感じていました。野生の中でのびのびと暮らしている動物を殺すなんてあまりにも残酷だと考えていました。私は小さい頃から動物が好きです。今でも大好きです。犬も猫も牛も豚も野生動物も。そして私はお肉も食べます。美味しいお肉を食べると嬉しくなるし、栄養的にも必要だと思っています。ですがここに矛盾を感じていたのも事実です。そしてようやく見つけた私なりの折り合い点。それはただ美味しいから食べるのではなく、その命の重みをしっかりと味わうこと。スーパーでパック詰めになったお肉を食べていた時は、命の重みを考えることはありませんでした。ですが狩猟は自分たちの手で動物の命を奪い、解体し、余すところなくいただきます。食卓に並ぶ動物の顔が頭に浮かぶ。そこに私は確かに命の重みを感じています。Даже перчатки Yamaha. Frequency mode. А сегодня кого найдете? Кабан? Волька, вот такой собаки большой, Волька. Это кто? Вот такой Волька, Волька.
все на фото поехать. Мы дома. Подождем, да? Подождем. Мы подождем. Да, уехать. Мы здесь. Русские популярные машины. Вайпа. А это замерз? На стекле? Да, не вайпа, вот эти. Да, Просто не работает. ты знаешь, до этого работало. Я бы попробовал. Может быть, надо этого еще потрогать резиночку. А, может быть, да. Вправо. О, хороший выбор. Я тоже хотел направо. Может, не О, надо можно было. туда. Вот что-то чуть-чуть натера. Давай попробуем продавить. О, снегоход. Катались. Да, это Дон, наверное. Кто-то ходил на реке. Зайцы. О, вода? Да, вот здесь. А, это где? Да. Река замерз вообще. Да. Вова, осторожно. Пока. Ты чижури. Поэтому. Косыли? Да. А, вот. Давай туда. Сейчас я гляну. И где-то там. Зайчики всякие, птички всякие. Много следов. Много рыбару. Рыбаков. Рыбаруку. Рыбаков. Рыбаку. Что-то такое больше. Или его осенью, не осенью, а зимой собрали. Розы хип. Да. 秋にローズヒップを集めたところです。柔らかい。мягкий. Да. Его вот так можно взять и скушать. Вкусно. Готовый чай? Да. Вон там побольше. この間凍ってます。 Ну, видишь? Да. ローズヒップ。動物を殺したくない、だけどお肉は食べる。この矛盾を抱えていた私にとって、狩猟に行き命をいただくという事実を目の当たりにして、感謝することが私なりの最低限の責任だと考えるようになりました。そして実際に狩猟の現場に行くようになり、初めて知ったこともありました。狩猟の現場では野生動物の生息数の把握や管理も行われていて、これが結果的に動物や環境保護の役割を果たしている側面もあります。как драники, да? Петь.
レバーに臭み取りの牛乳を入れます。狩猟に行き静まり返った森で風の音や動物の足音、鳴き声に耳を澄ましながら過ごす時間はまるで自然の一部になったような感覚を与えてくれます。森の中に入り、いざ狩猟が始まると眼差しが変わる夫の姿、獲物を追う真剣な表情や痕跡を読み解く知識の深さ、先輩ハンターから必死に学ぼうとする姿を見ていると、夫の新たな一面に気づかされます。Очень красиво, но проблема вот эти. Не очень красиво. Что-то выглядит ужас. Да? Когда пожаришь, тоже будет не супер выглядеть. Но вкусно. Ну, посмотрим. Ай, これは冷凍庫に入れて保存します。はい、これで種はできました。味はわからないんですけど、匂いは結構美味しそうです。今日私が話しているのは、お肉を食べましょうとか狩猟は素晴らしいですということではありません。ベジタリアンなどお肉を食べない人の選択を否定するつもりも全くありません。私は夫の狩猟に同行することで、食卓に並ぶお肉がたとえスーパーで買ったものでももともとは命あるものだったということを実感し、その命に感謝しながら美味しくいただくことができています。Что приготовила? Это котлета с печень и сердце Ого. и мясо. А, ну мясо хорошо. Ты знаешь, да, что я печень не люблю вообще. Да. Запах есть? Ну, немножко, да. Вкусная. Надо без соуса попробовать. А то соус больно вкусный. Ну, вообще, да, вкусно. Можно кушать. Они, если остынут, тоже будет интересно. Да, вкусно. Спасибо большое. Такого в Японии нет. Такого. Потому что печень купить нельзя. Или мясо. Не, можно. Но не очень популярно. Зато только в России есть спарклинг водка. Нет.最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。До свидания.